はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日のテーマはこれだ。今日はですね、こちらのタイムモアの C3S を初めて買った方への、動画になります。こういったね、筒型ミル初めて買った方とかね、そういった場合にもね、参考になるかと思います。どういったことをこういったミルをね、やっていった方がいいのかとかね、そういったこともお話ししていきながら、途中トラブルシューティングもやっていきたいと思います。分解組み立てですね、もうやってみたいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。初めて買われた方、いきなりこのまま使っていいのかということだと思うんですけど、金属臭とか内部の汚れが気になる方、こういったコーヒー豆をあらかじめ用意しちゃいましょう。普通にね、通常通りコーヒーミルでこの豆を入れて引いてしまいます。でその引いた豆というのはこのコンテナに落ちるんですけども、その最初に引いた豆はもったいないと思うんですけど捨ててしまいましょう。それで内部のね、汚れもしくは金属臭などを抑えることができます。捨て豆といいますかね、通常のコーヒー豆を通常通り引いて、それを2回ぐらい繰り返せば、内部清掃が完了しますといった感じになりますね。引き目調整の目安は説明書に書いてます。ドリップ用とかエスプレッソ用とかね、大体そういうのが書いてますので、それに合わせるようになります。まず引き目調整のやり方をやりましょう。一番最初、よくある質問です。この粉受けを外していただいて、これがね、調整ネジになってます。このカチッカチッとね、これが1クリックという考えになります。でまずこの時点でこういう質問よく受けます。これをやろうとしたらこれカチッとならない。これね、よくある質問です。調整ネジは軸がこう1本通ってますので、この状態だと空回りしちゃうんですね。こうやって引き目調整をするときは必ずハンドルを装着した状態で行ってください。でハンドルを持って裏返して、この状態だとはい、こうやってカチカチという風にできるようになりました。では引き目調整について、この調整ネジを一番締めた状態まで持っていきます。はい、もうこれ以上いかないですね。で止まったところからもう無理にグーッと締めたりしないでください。こうね、内刃と外刃がギュッと締まって傷んでしまう可能性があるので、もう止まったらもうそれが0ポイントという感じですね。ちょっとここ遊びがあると思うんですけど、そうしましたらちょっと1個戻しちゃってください。はい、この時点から引き目調整をしますよという感じです。数字などはこの機種は書いてないんですけども、例えばドリップ用の13クリックでやろうというふうに思った場合は、このね、目印というかこの線があると思うんですけど、カチッとやると1クリック緩めたよっていうことになります。必ずしもこの線がこの位置に来なきゃいけないということはありません。例えばここから調整すると1、2、3、4といった感じでクリック数を数えるわけです。11、12、13、これが13クリックというね、考え方になります。そしてこのコンテナを、閉めていただいて、豆はこのハンドルをこういう風に取りますね。この部分にコーヒーの豆を入れていくわけです。ハンドルを装着します。本体をグッと握っていただいてハンドルのノブを持ちます。よくこっちをこうグッと回すっていうやり方をする方が多いんですけど、力を入れやすくするためには本体側の方を回すイメージでやると力が入りやすいです。では回していきましょう。
はい、豆の擦れる音がもうなくなってきました。で抵抗もねだいぶなくなってきました。そしたら引けたということですね。軽くトントンと落としてあげるといいかもしれません。でコンテナを開くと、はい、こんな感じでね引けてますね。清掃はどのぐらいの頻度でやったらいいんですかというご質問をよく受けるんですけども、これは本当に人によります。基本的にはこの1回引いた状態ですね。次に入れる時までに日にちが空く場合、ここにね残ってしまったコーヒーが酸化してっちゃうんですね。なのでこのまま引いてしまうと、次に入れるコーヒーに味がちょっとねブレてしまう可能性があるので、可能でしたら毎回このようなブラシでシャシャシャっとブラシ清掃してあげるのがベストだと思います。特に深入りのコーヒーなんかは油がね結構あるものなので、こびりついてるとねなかなか後になると取りにくくなってきます。そういった場合はもう毎回ねできればブラシでね清掃してあげるといいと思います。面倒くさい方はね、そこは個人の使い方によってしまうので、2、3回に1回とかでもいいと思います。もしくはエアダスターとかでシュッとね、飛ばしていただくというメンテナンスでいいと思うんですけども、しばらく使って内部の方もしっかり清掃したいという時はちょっとねこの部品を外して分解していって内部を清掃するという方法があります。ただし今回それ実践しますけども、注意点が一つ、パーツをなくしやすいです。あとはパーツの向きが分かんなくなっちゃうということがかなりの確率でありますので、しっかりね並べていって、分解をしていくことをお勧めします。今日は分解、清掃、組み立てまでやってしまいます。はい、ではこちらをですね調整ネジを粗挽きの方に緩めていきますと、はい、このように外れますね。で部品パーツは絶対なくさないように並べていきましょう。次に出てきたのがこの押さえのパーツですね。こうやって突起がついてますね。はい、で次に内刃が出てきます。これ清掃対象ですね。こんな感じで入ってます。これもちゃんと並べておきましょう。でその次にここに入っているのがこのスプリングバネですねが入ってます。こんな感じで順番に置いておきます。ここ気をつけましょう。次にこの奥にですねワッシャーが入ってます。ちょっと軸を少し上下にさせてひっくり返すと、はい、このように出てきます。このワッシャーなくしやすいので、絶対ねこれはなくさないようにしましょう。でマイナーチェンジをする場合がありまして、この前後にね凹凸が微妙にあるんですよ。今回のこの個体に関しては、この凹凸、この出た部分ですね、突起がこの裏表同じぐらい長さになっているので、組み立てる時この場合はどっちでもいいです。組み立てる時ね、これもここに置いときましょう。はい、ではちょっと軸を押しながらハンドルを外していきます。ここも注意が必要です。今回のこの個体に関してはここにもワッシャーがありました。なのでこれねなくさないようにしましょう。はい、これですね、スッと取ることができます。取らなくてもいいと思いますけどね。で今回これですね、一方がフラット、何にも出た部分がない、もう一方がちょっとここにね突起があります。この場合はフラットな方をこっち側ですね、ハンドルのノブ側にセットするような感じになります。後でやります。でこれが出てきました。あとね、ハンドル軸、ここ外しても外さなくてもいいと思うので、これで分解が完了しました。金属板の機種というのは基本的に水洗いは NG になります。もしねその水に浸かってしまった、もしくは水がついてしまった場合はよく拭き取ってよく乾かしてください。いかにねステンレスといえども、カビとかねもらいサビとかそういったもので劣化する可能性がありますので、金属板の場合はブラシもしくはエアダスター、こういうので飛ばしていただくような清掃になります。
例えばねこういった内刃ですね、こびりついているのでこんな感じでね清掃していく感じですね。コンテナについたねものもこう取っていく感じですね。エアダスターがあるとシュッシュッシュッと飛ばせるので結構楽ですよね。はい、ではこのまま組み立て編へいきたいと思います。まずこのハンドルに軸、これですね、これをはいこのように装着します。で上にあったワッシャー、今回は一方がフラットになってます。このフラットになってる方がこっち側ですね、こういった感じです。内側がこう凹凸のこう、出たところ、突起がある方が内側というふうにね覚えておいていいかもしれません。本体を、これねこういった感じのなってますけど、こっち側ですね、こっち側を軸を通してひっくり返します。まずワッシャーですね、今回は裏表どっちでもいいです。これを通します。はい、次にバネを入れます。そこに内刃をこのように入れます。この時にまっすぐになってるかブニョンブニョンとねこういう風にやった方がいいです。でこのパーツ、ここにね凹凸をしっかりこの穴に入れていただいて、ここもね形があるのでここはこう探りつつ、はい、こんな感じでね入りました。ここも一応ブニョンブニョンと念のためね確かめておいてください。最後にこの調整ネジをグッと持ってハンドルを押さえたまま回してください。はい、0ポイントまで行きました。最後にコンテナをつけて、はい、完成です。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はね、こちらタイムモア C3S 初めて買った方への動画を撮っております。もう気軽にね、ぜひこれで楽しんでいただければと思います。で、万が一なんですけども、今の説明の中で、例えばハンドルも装着してて、ここがなんかこう刃がはまってしまって動かないよとか、そういったことありましたらね、その買ったお店、販売店さんの方に相談してみてもいいかもしれません。初期不良というね場合も稀にありますので、そういった場合はね、そういったお店さんの方にご相談いただければと思います。皆さんお疲れ様でございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。Enjoy!